あんかけ焼きそばってどうしてこんなに美味しいんでしょうね。皆さん、あんかけ焼きそばは好きですか？今日は私が実際に足を運んで本当に行ってよかったと感じた札幌の美味しいあんかけ焼きそばを5つ厳選してご紹介します。早速お邪魔しているのは札幌市白石区にある名店サイレンカです。地下鉄白石駅からすぐの場所にあるこちらのお店、実はすごい経歴をお持ちなんです。店主さんは日本の四川料理の父陳建民さんの店などで修行を積み、札幌の一流ホテルでシェフを務めていた実力派。看板メニューの五目あんかけ焼きそば、最大の特徴はこのあんの甘みにあります。店主があえて甘みを強調して作ったという醤油ベースのあんは、一口食べると独特のまろやかさと深いコクが口いっぱいに広がります。さらに驚くのが具材の食感。白菜やキクラゲのシャキシャキ感を残すために、食材ごとに火の入れ方や味付けを変えるという徹底したこだわり。香ばしく焼き上げられた麺にこの極上のあんが絡めば、もう箸が止まりません。ここのを食べたら他は食べられないなんて声も納得の至福の一皿。まさに一味違うホテル中華がリーズナブルな価格で楽しめるんです。麻婆豆腐やエビチリも絶品なんです。語り出すと脱線してしまいそうなので、こちらはまた別の機会にたっぷりご紹介したいと思います。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。それでは次のお店に行ってみましょう。中華飯店丸山秀丸。続いてやってきたのは丸山エリアで長く愛される町中華の名店秀丸。読み方が秀園かと思ったら、まさかの秀丸って読むんです。こちらがメニューです。ランチセットはお得感がありますよね。ここでぜひ食べていただきたいのが看板メニューのチャーメン醤油。これあんかけ焼きそばじゃないのと思った方も多いはず。実は北海道の一部の地域、特に稚内などでソウルフードとして親しまれているのがこのチャーメンなんです。一般的なあんかけ焼きそばは蒸し麺を焼くことが多いのですが、チャーメンの最大の特徴は茹でた麺を炒めてからあんをかけること。茹でる一手間を加えることで表面がカリッと香ばしく、中はもちもちとした独特の食感が生まれるんです。もともとは中国語で炒めた麺を指す言葉ですが、北海道の港町などで働く人たちの胃袋を満たすために独自の進化を遂げたと言われているんです。秀丸のチャーメンは醤油ベースの優しくもコク深い味わい。野菜の旨味が溶け出した熱々のあんがもちもちの麺にこれでもかと絡みつきます。一口食べれば焼きそばでもラーメンでもないチャーメンにしか出せない幸福感に包まれます。丸山の地と共に歩んできたこの至高の一皿、あんかけ焼きそばとの違いをぜひ皆さんの舌で確かめてみてください。あ、ここの麻婆豆腐や餃子も美味しいですよ。麺心毛利。続いては白石区。ここにあの名店三八飯店の魂を受け継ぐ熱狂的なファンを持つ一軒があります。それが麺心毛利。こちらがメニューです。ラーメン屋さんなのでメニューはとってもシンプルだけどすごく個性があります。お店の看板からあんかけ焼きそば推しです。見てください、こ
このボリューム、三八飯店の DNA が入っていますね。香ばしく焼き上げられた麺に旨味がギュッと凝縮された醤油ベースのあんがとろりと絡み合います。今目の前にあるのは普通サイズのはずなのですが、いやいやこれどう見ても普通サイズの1人前以上ありますよね。麺は 1.5 玉分ぐらいあるかも。ミニこそが我々の知る標準なのかもしれません。具材も一切の手抜きなし。プリップリのエビに丁寧に飾り切りされたイカ、そしてあんの旨味を吸い込んだたっぷりの野菜たち。一口食べればごま油の香りがふわっと鼻を抜け、素材のコクが口いっぱいに広がります。普通でこれなら果たして大盛りはどれほどの山となって現れるのか。それは空腹の限界に挑む者だけが知ることができる未知の領域。ボリューム、味、そして圧倒的な満足感。お腹も心もパンパンに満たされたいなら迷わずここ麺心森。今日はあなたもこのあんの海に溺れてみませんか？肉ラーメンや麻婆麺もすごいのでぜひ行ってみてください。中華料理大連。札幌開拓の歴史が息づく町、東区元町。ここで40年以上地元客の胃袋をがっちり掴んで離さないのが中華料理大連です。こちらが大連のメニューです。ここに来たらまずはこれを食べなきゃ始まりません。看板メニューの五目あんかけ焼きそば850円。最大のこだわりはこの麺の焼きにあります。もちっとした弾力を残しつつ、表面はカリッと香ばしく、がっつり焼き目の多いタイプで、これがうまさの土台なんです。そこへ注がれるのはキラキラと輝く鮮やかなあん。豚肉にハム、そしてプリッとしたエビ、白菜やキクラゲなど、とにかく具沢山で贅沢。一口すすればしっかりとしたコクがあるのに不思議とくどくない、伝統が守り抜いた毎日でも食べたくなる安定の味がここにあります。そして常連さんがこぞって実践する大連流のたしなみ方は、後半戦卓上のお酢を一回しすると味がキリッと引き締まり、美味しさの輪切りがより鮮明に。最後の一口まで飽きさせることのない完璧なフィナーレへと導いてくれます。お一人様から家族連れまでみんなが笑顔になれる場所。元町で愛され続ける至宝の味。破格の850円。今回ご紹介するお店で最もコスパが高いあんかけ焼きそばです。パンダ。札幌市北区。ここに知る人ぞ知る大衆中華のつわものが潜んでいます。一見親しみやすい町の中華屋さんですが、ここで出される一皿には確かな職人の技が凝縮されているんです。こちらがパンダのメニューです。豊富なメニューの中からもちろん五目あんかけ焼き麺をオーダーしましょう。厨房ではチャーメンと呼ばれていました。まずは麺を見てください。低加水で仕上げられたさらっとした食感。丁寧に茶をされた麺は噛みしめるほどに香ばしさが広がる、まさに自分好みの仕上がりです。そして思わず顔がほころぶのがこの具材の存在感。主役級の大きなエビがなんと3匹も。豚肉や野菜といった王道の具材もたっぷりで、あんと麺に実によく馴染みます。スープとサラダもついてくるこのお得感と満足感、コスパの良さも通いたくなる理由の一つ。肝心のあんは後味すっと引くキレのある味わい。あっさりなのに物足りなさを一切感じさせないのは、ベースとなるスープの出汁がしっかりと力強いから。付け合わせのスープ一口にまで
店主のこだわりが透けて見えます。ボリューム、完成度、そして何よりうまいという納得感。大衆中華という枠を超えた圧倒的な存在価値。北区の街で出会った本物のつわもの焼きそば。これはもう参りましたというほかありません。さて、今回は札幌にあるでよかったあんかけ焼きそばを巡ってきましたが、いかがでしたか？同じあんかけといっても、麺の焼き加減からあんのコク、一皿一皿に店主の哲学が詰まっていました。北海道にはまだまだ至宝の一皿が眠っています。これからも地元に愛される味を丁寧にお届けしていこうと思います。もし今回の動画の中にこのお店に行ってみたいと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。皆さんの推しあんかけ焼きそば情報もコメント欄でぜひ教えてくださいね。次はどこののれんをくぐりましょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。